この状態から片足ずつ上げていきます。前ももをお腹に近づけるイメージです。ゆっくりで OK です。普段動かさない範囲までしっかり足を上げることが目的です。なるべく前ももをお腹に近づけるイメージで行うといいと思います。呼吸は止めないようにしましょう。で、肩、首、力入っちゃうとすごい疲れちゃうので、変な力ね、入らないように意識しましょう。呼吸止めないで。スピード勝負じゃないですよ。ゆっくり自分のペースでいいです。よし、OK。次はみんな大好きな自転車漕ぎやっていきます。こんな感じで大きく円を描きます。なるべく高い位置で大きく円を描きましょう。これもね、スピードっていうよりも普段動かさない範囲で動かしたいので、なるべく大きく高い位置で円を描きましょう。呼吸止めないようにしましょう。腰が痛い人はお尻の下にこんな感じで手を入れると良いと思います。なるべく大きく円を描く。呼吸は止めないで頑張って。この次の種目休憩です。あともう少しだけ頑張って。もしきつかったらサボってもいいし、ちょっとね、再生速度を調整してもいいです。自分がやりやすいペースでやりましょう。OK。次はカエル足パタパタです。こんな感じで膝を外に開きましょう。ゆっくりパタパタ開きます。できる人はこうやってね、足の裏合わせておくと良いと思います。硬くてね、足の裏つかないよって方はこんな感じでもいいです。痛みがない範囲で膝を外にパタパタ揺らしましょう。これはね、休憩ストレッチの種目です。呼吸止めないで。でね、あんまり無理にギューってやると腰とか膝が痛いという方もいると思うので、痛くない範囲で休憩、ゆるーくパタパタしましょう。よし、OK。そしたら、もう一回膝曲げて、右足だけ大きく回します。内から外に回していきましょう。ゆっくり大きく回します。時計回りと反対、反時計回りですね。内から外に股関節回してみてください。股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さくね、痛みない範囲で回しましょう。痛みがなければなるべく大きく回す。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。OK。次、左足いきます。内から外に回していきます。時計回りのイメージです。内から外へ回します。こっちもね、股関節ゴリゴリなるよって方、痛みがなければ大きく回す。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回しましょう。呼吸止めないようにしましょう。で、股関節ね、ゴリゴリなるのが気になるよって方すごい多いので、一応その専用の動画ありますので、概要欄貼っておきますので、どうしても気になる方はね、ぜひ見てみてください。スピード勝負じゃないですよ。きつかったらサボってもいいし、再生速度ね、調整して自分がやりやすいペースで最後まで一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次、膝曲げたままですね、ゆっくりお尻を持ち上げます。こんな感じです。膝同士つけておいた方が、よりね、裏ももお尻に効きます。ゆっくりお尻持ち上げる。こう、裏ももお尻触って、あ、硬くなってるなって感じがあれば、OK です。腰が痛い人無理しないで。どうしてもね、お尻上がんないよって人は、手を床について、こうやってずるしたりとか、肘をね、床を肘でこうやって押してもいいです。お尻、裏ももを使う感覚あれば、ちょっとね、こうやって手を使ってずるしても、全然 OK。ラスト1回。OK。次は、左足を右、こっちに持ってきます。腰、お尻、背中、伸ばすイメージです。左膝をね、なるべくこうやって床につけておいて、この左肩、なるべく床に近づけると、お尻、腰、背中伸びてきます。これはね、休憩ストレッチなので、無理にギューって伸ばすと、腰痛めたりしちゃうので、気持ちよく伸びてるなーって感じで OK です。呼吸止めないようにしましょう。で、最初にね、腹筋運動だけで痩せませんとお伝えしたので、ちょっとだけ今から解説しますね。OK。次、逆足行きましょう。右足を左、こっちに持ってきます。右膝しっかり床につけて、この右肩もなるべく床に近づけましょう。
なんでこういう動画作ろうかと思ったかっていうと、腹筋をね、毎日50回とか100回やってるんですけど、痩せませんっていう女性からすごい連絡いただくんです。で、それだけだと、もちろん、腹筋自体はいいことなんですけど、それだけやっててもね、なかなか変化出ないので、全身必要ですよってことをお伝えしたくてこの動画作りました。なんで、腹筋運動しちゃいけないっていう意味ではないです。実際僕もね、腹筋の動画出してます。だからね、腹筋運動とこういう全身のストレッチ掛け合わせてやりましょう。で、次の種目から横向きになります。右向きになりますよ。オッケー。スマホ持ったまま右向きになります。スマホは顔の前に置いておきましょう。そしたら右足はちょっと前に出しておいて、この左足真上に上げます。上げる。このお尻の横、使う感覚ありますか？しっかり高く上げる。このお尻の横です。こうやって触って、動いてるなーって感覚あれば OK です。前ももとか外ももね、使っちゃう方いると思うんですが、多少使ってもいいです。このお尻の横、使ってる感覚あれば OK。呼吸は止めない。あと少し頑張って。OK。そしたら次はね、この体勢のまま股関節動かしていきます。下から上にこんな感じで持ち上げるイメージ。下から上に持ち上げる。大きく回しましょう。これもね、痛みがある方、痛みない範囲で OK です。で、よく股関節回し、どっち回しかわかんないよって方いるんですが、どっちかね、回しちゃいけない方法はないので、仮に僕と逆になっちゃっても OK です。ただね、基本的には今は下から上に向かって僕は回してます。こんな感じでね、やっていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。あと少し。頑張れー。OK。そしたらちょっと休憩も兼ねたストレッチ。右足は前に出しておいて、左手で左足首を掴みましょう。左の前ももを伸びてくれば OK です。いまいち伸びないよーって方は、わざとね、こう、腰を丸めて猫背を作ると、より前もも伸びてきます。ちょっとね、こう、腹筋を縮めておくイメージです。腰を丸めると、より前もも伸びます。前もも伸びてる方はね、そのフォームで OK です。呼吸止めないようにして、前もも伸びてれば OK。ただ肩ね、変にこんな風に力入んないようにしましょう。呼吸は止めないで、前もも伸ばすことが目的です。OK。次は、左足を一歩前、こんな感じにしておきましょう。この状態で下の右足持ち上げます。上げる。この右の内ももを使う感覚ありますか？こう空いてる手でね、内もも触ってみて、使ってるな、硬くなってるなって感覚あればそれで OK。足を高く上げることが目的じゃないですよ。内ももを使うことが目的。ゆっくりでいいので、内もも、使ってるなって感覚を感じながらやっていきましょう。きつい。呼吸止めないで。頑張って。ゆっくり内ももを意識して、きつかったらサボってもいいし、再生速度ね、調整してみてください。OK。そしたら、一回膝曲げて、こんな感じで楽な状態にして、手を万歳です。左手万歳して、内外にくるくる回していきましょう。しっかりねじる。ゆっくりでいいから普段動かさないでねじりましょう。二の腕付近を引き締めます。これもスピード勝負じゃないですからね。ゆっくり普段動かさない範囲でねじる。ねじる。呼吸止めないで。きつい。ゆっくりねじって。頑張れ頑張れ。で、この次の種目から逆向きになります。スマホ持って皆さんは寝返り打ちましょう。OK。じゃあスマホ持って寝返り打ちましょう。そしたら次、左向きに横向きになったらスマホは床に置いておきましょう。左足前に出して、この右足真上に上げていきます。頑張れ。お尻の横、ここ使う感覚ありますか？きついな。自分のペースでいいですよ。きつかったらどんどんサボっていい。再生速度調整してね、自分が乾燥しやすいペースにしてみてもいいです。お尻の横使うことが目的。きつかったら無理しないで、自分のペースでいい。きつい。あと一回頑張ろう。OK。そしたら、こうやって左足前に出したまま、右の股関節、大きく回していきます。下から上、下から上、こんな感じです。大きく回す。これもね、
ゴリゴリになるよって方、痛みがなければ大きく回していいですが、痛みがある方はね、ゆっくり、小さく痛みない範囲でいいです。で、横向きの時はね、こうやって枕とか入れるといいんですが、枕、クッションないよって方は、自分でね、セルフ腕枕しても良いんじゃないかなと思います。大きく回す。呼吸止めないで。オッケー。そしたら休憩も兼ねた前ももストレッチ。左足は前に出したまま、右手で右足首を掴みましょう。右の前ももを伸びてれば正解です。いまいち伸びない方は、ちょっとね、わざと腰を丸める。わざと猫背を作るイメージ。それで足を後ろに引くと前もも伸びてきます。僕の説明がね、いまいちわかんないよって方も、前もも伸びてれば、それで結論 OK です。問題ありません。腰とか肩痛い人は無理しないでください。呼吸だけ止めないようにしましょう。伸びますか？ OK。次、右足を前に出して、下の左足持ち上げます。内ももです。使いたいな、内もも。しっかり上げて、こうやって空いてる手で内もも触って、あ、動いてるな、硬くなってるなって感じあれば、それで OK です。スピード勝負でもないし、高く上げることが目的でもないです。内ももを意識して使うことが目的です。ゆっくり自分のペースでいいですよ。呼吸だけ止めないで。頑張ってあげて、内もも使って。きつい。あと少し頑張れ。きつかったらサボってもいい。頑張れ頑張れ。あと少し。オッケー。